皆さん、こんにちは。JJ です。今日もポッドキャストを投稿していこうと思っているんですけど、その前に、JJ ってどんな意味ですかってコメントをくださったので、お答えしようと思います。J は私の名前の頭文字の J と、Japanese の J を合わせて JJ です。ナップは日本語でお昼寝、昼寝と言いますね。JJ は日本で昼寝しているという役になりますが、なんかのんびりしてていいなというコンセプトでつけました。お昼寝、皆さんは好きですか？夜寝られなくなるから日中に寝るのは好きではないという人もいるかもしれませんね。私も普段お昼寝をすることはあまりありません。あるとするならいつもより早起きをした時と睡眠時間が少ない時、そして体調が悪い時にします。お昼寝はお昼ご飯を食べた後、少し眠たくなってきた時や、午前中のお仕事を終えて、ほっと一息ついた夕方の夜ご飯の前にすることが多いかなと思います。ですから、平日のお勤めがある人はなかなか昼寝をするのは難しいかもしれませんね。お昼寝と聞くと、なんだか怠け者のイメージがある人もいるかもしれません。皆さんはどう思いますか？普段はどうしてもお仕事だったり、家のことだったりで、やらなければならないことがあると思いますので、お休みの時くらい、お昼寝に限らずね、みんながみんな自分の欲に沿って過ごせたらいいなと思います。お昼寝というリラックスしたワードが出たので、気分転換についてお話ししましょう。皆さんの気分転換は何ですか？私はたくさんありますが、家の中ですることではなくて、家の外ですることだったら、銭湯に行くこととお散歩をすることです。天気が良くて風が強くない日、寒すぎず暑すぎない日はお散歩の時間を作るようにしています。やっぱりね、自分の好きなことはわざわざ時間を作るということから始まりますよね。朝起きて今日は天気がいいと思ったら、何時までに作業を終わらせて出かけようと決めます。お散歩ですから歩きやすい格好で出かけます。お散歩のついでにデパートに寄ることもありますが、おしゃれをしていないことは気にしません。お散歩だけで帰ることはあまりなく、帰りについでにどこか寄って用を足して帰ってくることが多いです。だいたい1時間くらい歩きますね。冬でも風が強くない日は日が当たって暖かいので、よくお散歩します。夏はとてもじゃないですが歩きませんね。コンクリートの上はもうサウナ状態です。日本は南北に長い国なので、地域によって気候が大きく違いますが、外国の方が観光でよく来られる東京や大阪、京都、名古屋の夏はとっても暑いです。もし今から日本に行ってみたいなぁと思っている方、夏以外をおすすめします。もうすぐ春で桜の季節ですね。毎年桜が見れるの分かっていますけど、嬉しいですね、この季節が。今年は暖かいので、九州地方ではもう桜が開花したところがあるみたいです。早いですね。私も近所の桜が咲き始めたら、YouTube の投稿欄に写真をあげるので、ぜひ見てください。もう一つの私の気分転換が、銭湯に行くことなんですが、これは主に冬です。銭湯には岩盤浴という、石畳のサウナですね、があって、そこで体の芯から温まって、汗で毒素を出してさっぱりします。その後、銭湯に行ってお湯に浸かってゆっくりして帰ります。体の芯から温まるし、マッサージしてもらった後のような疲れがほぐれる感じが好きなんですね。
そう、銭湯から上がってから飲むお水も好きです。いつも飲んでるただの水が全然違う飲み物に感じます。私はせっかくデトックスした後なので甘いものは飲みませんが、たまにオレンジジュースとか飲みたくなりますね。この2つの私の気分転換に共通していることは、一人でできるということですね。もちろん、銭湯はそこで働く人がいなかったら利用はできないんですが、そうではなくて、例えば、将棋とかスポーツのテニスとかだと、どうしても相手がいないとできないことですよね。打ちっぱなしとか、将棋の本を読んで勉強するなんかは一人でできますけどね。だから私はこの2つの気分転換を長い間気に入っているんだなぁと思いました。今回は家以外での気分転換を紹介しました。次は3月といえば3月3日の桃の節句ひな祭りということで、ひな祭りに関した何かエピソードをお話ししたいです。エピソードは映画の意味だとドラマとかで第1回、第1話のように使いますが、日本語ではストーリーのように使われます。話は戻して、3月はひな祭り、もう過ぎましたが、2月は3日に節分がありましたね。節分にも楽しかったエピソードがあるので、それも一緒にお話できたらいいなと思います。では、また聞いてください。ありがとうございました。